登山にキャンプ、夜の散歩、暗いところで使うライトって本当にたくさんあって、いざ選ぶとなると正直どれがいいのかわからなくなりますよね。おはようございます。岩崎です。今回ご紹介するのはウーベン X4、 最大1500ルーメンの明るさでワイドビームとスポットビームを同時に照らせるというちょっと珍しいライトです。実は以前同じウーベンの12300ルーメンというとんでもないライトを深夜の高尾山で使ったことがあるんですが、今回 X4 を使ってみて登山にはこれくらいがちょうどいいのかもしれないと感じました。その理由は後でお話しします。今回は実際に使いながら登山やアウトドアの相性をじっくり見ていきます。それではどうぞ。まずは特徴から。こちらがウーベン X4 です。手のひらに収まるサイズですが、中身はかなり詰まっています。明るさは最大1500ルーメン。ルーメンというのはざっくり言うと光の量のことで、数字が大きいほど明るくなります。ちなみに私が普段の登山で使っているモンベルのヘッドランプが300ルーメン。光が届くのはだいたい60メートルです。これでも夜道は十分歩けます。一方、冒頭で触れた深夜の高尾山で使った X1 プロは12300ルーメン。あれはもう夜が昼になるような明るさでした。ただサイズも重さもそれなりにあるので、気軽にザックに放り込んでおくという感じではないんですよね。 X4 はその間の1500ルーメン。光の届く距離はカタログ値で205メートル。モンベルの3倍以上先まで届く計算になります。この明るさを普段の登山に持っていけるサイズに収めている。多分そこがこのライトの狙いなんだと思います。どれくらい違って見えるのかは後で実際に見比べてみます。手に持ってみるとひんやりとした金属の感触。重さは 145g です。1500ルーメンも出すライトはどうしても熱を持ちます。だからおそらく放熱のためにアルミのボディにしているんじゃないかなと。プラスチックのライトにはないしっかりした作りです。本体にはクリップもついていて、ザックのショルダーハーネスに挟めます。胸元につければ両手を開けたまま前が照らせる。ヘッドランプの代わりにもなるので、登山者としては嬉しい仕様です。そして一番の特徴がワイドビームとスポットビームの同時照射。スポットは遠くを照らす光、ワイドは手前を広く照らす光です。夜の山って足元だけ見えていても危ないし、遠くばかり見えていても危ないんですよね。その両方を一度に照らせるのが X4 の売りです。側面にはサイドライトもついています。こちらは手元向き。地図を見たり調理をしたり、テントの中で使ったり、夜って意外と手元の作業が多いんです。色は白だけでなく RGB の7色にも切り替えられます。正直7色全部を山で使うことはあまりないと思います。ただ赤色だけは別です。赤い光は目に優しくて夜目が覚めにくいので、テントの中や山小屋で周りに配慮したい時に重宝します。それ以外の色はキャンプの雰囲気作り向きでしょうか。明るさは無段階で調整できます。強すぎる光は周りの迷惑になることもあるので、細かく絞れるのはありがたいポイントです。操作で面白いのが底面のボタン。押している間だけターボの明るさでつきます。ちょっとだけ照らして確認したいという時、これが地味に便利なんです。ダブルクリックすると点滅。仲間への合図や万が一の時自分の場所を知らせる、そんな使い方もできます。充電はタイプ C、 スマホと同じケーブルで充電できます。一つ注意点があるとすれば、このライト自体はモバイルバッテリーにはなりません。ここからスマホに給電はできないので、そこは割り切りです。その代わりバッテリーは18650という規格の交換式。これが登山では結構大事で、予備を持っていればその場で入れ替えるだけ。充電を持つ必要がありません。予備バッテリーは別売りなので、泊まりの参考で使うなら一緒に揃えておくと安心です。
防塵防水は IP65、 急な雨や砂ぼこりなら問題ありません。落下耐久は1メートル、金属ボディの安心感もあってアウトドアで気兼ねなく使えます。そして個人的に気に入ったのがテールのマグネット。これが後で意外と活躍します。それでは実際の明るさを見ていきます。まずは比較から。これが普段使っているモンベルの300ルーメン。夜道を歩くにはこれで十分なんです。では X4 に切り替えます。全然違いますね。明るさはもちろん光の届く距離も照らせる幅もまるで別物です。300と1500、数字の差ってこうして見るとはっきりわかります。ここからは X4 だけで見ていきます。まずは足元から。せっかくなのでクリップでハーネスにつけて夜の登山道のつもりで歩いてみます。胸の高さから照らすのでヘッドランプとはまた違う見え方ですね。両手が開くのはやっぱり歩きやすい。石や段差までしっかり見えます。このチャンネルでは登山道具を実際に山や外に持ち出して試しています。ライト選びの参考になったらチャンネル登録で続きも見てもらえると嬉しいです。ここからは少しのんびりチェアリングをしながら使ってみます。こういう場面だとメインライトよりサイドライトの方が使いやすいですね。手元が見やすくて眩しすぎない。このサイドライト100ルーメンで8時間ほど持ちます。一晩使っても余裕があります。一番絞ればカタログ上ではなんと720時間、丸30日です。テント泊の常夜灯にも使えそうですね。そしてここで活躍するのがさっきのテールマグネット。金属のところにくっつけておけばちょっとしたランタン代わりになります。両手が開くのでこれはかなり便利です。夜の外って調理に片付けにと手元の作業が案外多いんです。その度にライトを持ち直さなくていいのは楽ですね。日が落ちた後の静かな時間、こういう時間があるから外に出たくなるんですよね。最後に登山者目線で感じたことをまとめます。まず良かった点、ワイドとスポットの同時照射。これは他のライトにはあまりないはっきりした強みです。バッテリー交換式、長い参考ほど効いてくると思います。クリップとマグネット、ハーネスにつければ手ぶらで歩けて、金属に貼り付ければランタンになる。手が塞がらない工夫が効いています。それからサイドライト、派手さはないですが使う場面は一番多いかもしれません。そして冒頭の話、登山にはこれくらいがちょうどいいと感じた理由です。12300ルーメンの X1 プロは確かに圧倒的でした。ただ山で本当に必要なのって最大の明るさじゃなくて、必要な場所に必要な分だけ光があることなんですよね。足元と遠くを同時に照らせて、手元はサイドライトで賄えて、145g だからザックに気軽に入れられる。数字の大きさよりこのバランスの方が実際の山では効いてくる。それが正直な感想です。続いて気になった点です。操作です。スライドスイッチに回転ノブ、ボタン、テールスイッチ、できることが多い分操作系も多くて、最初は正直迷いました。届いたら説明書を見ながら一つずつ覚える感じです。ただこれは多機能の裏返しで、慣れてしまえば手元を見なくても切り替えられるようになります。それにメインにサイドに点滅まで、これ1本で済むわけですから、荷物を減らしたい人にはこの多機能はむしろ武器だと思います。気になったのは正直それくらいでした。それから使い方のコツを一つ。ターボの明るさはずっとつけておくものというより、ここぞで使うのがおすすめです。遠くの分岐を確認したいとき、看板を探すとき、そういう一瞬だけさっと底面ボタンでパッと照らす。普段は落ち着いた明るさで歩く。この方がバッテリーも長持ちします。
試しにターボのまま20分以上つけっぱなしにもしてみましたが、途中で消えたりおかしくなったりはしませんでした。カタログ上は3時間ほど持つことになっているので、いざという時も安心だと思います。で、私なりの結論です。ずっとつけておくのは体温電池で20時間持つヘッドランプに任せる。ここぞの一瞬は X4 で照らす。夜の山ではこの組み合わせが一番現実的だと思います。今回はウーベン X4 をレビューしてみました。ただ明るいだけじゃなくて、ワイドとスポットの同時照射、サイドライト、クリップにマグネット、交換式バッテリーと、外で使うことをよく考えて作られたライトだなと思います。登山にキャンプ、チェアリング、夜の散歩、出番は多そうです。今回のウーベン X4 はご提供いただいた製品です。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。それと12300ルーメンの X1 プロを深夜の高尾山で使った動画もあります。怪物級の明るさが気になる方はそちらもどうぞ。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録と高評価、ハイプしていただけたら大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。